山崎静子さん、当時29歳。爆心地から 1.7km の千田町の自宅で被爆しました。山崎さんは当時3歳になる長男と朝食を取ろうとした瞬間に被爆しました。長男はその後原爆白内障で失明し、山崎さん自身もがんにかかり何度も手術を繰り返しています。現在は長男夫婦と3人で内職などをしながら暮らしています。もう戦争がだんだんひどくなった時にはね、昼田舎へ行っててね、それから夜になったら帰ってきたりね、そんなことして通ったこともあったんです。でもね、やっぱり私考えました。私がおらんとこに限ってひょっとそういう通知があった時に誰が主人を迎えてやるんだろうか、そんな気になってね頑張ってたんです。そしたらとうとう8月の6日という日になってね、その日もあれでしたよ、空襲警報、警戒警報解除いうのがね、だんだん入れ替わり立ち替わり発令されるんです。でその8月の6日の朝も空襲警報になったもんですから入ってね、もうお互いにみんながね死にたくないもんやからごっそりこう防空壕の中入って、もうぎゅうぎゅう詰めで暑くて息もできんほど人詰めてくるんですよ。そしたらもう今度空襲警報解除になったもんですからね、やはり今の間にご飯食べてね、子供に食べさせとかんとまたいつ B29 がやってくるかわからん、早くとご飯食べなさいよ、また B29 来るからね言うてご飯をついでひょっとこう渡そうとした瞬間ですよ、こっちからバーッと熱い光が来ましてね、それと同時にキッチンのガラスがぐじゃっという音も聞きました。それとこれが熱っと思うのと、光が入るのとガラスのぐちゃっとする音と私が熱いと思った瞬間と、そして子供を早いことお腹の下へこう隠したのがね、本当も口で言えばこう順番に言いますけども、それが一瞬なんです。そしてある程度家が浮いて移動してね、そしてぐちゃっと潰れたんです。それで私は子供をこっちの手で抱いてる、こうなったままで家に押さえつけられて身動き取れなんだんですよね。それでもう私はそこでああ親子じゃ一緒じゃから死んでもいいわいうような気になりましてね、死ぬことにもすぐ覚悟を決めました。そしてね、もう15分20分経ったでしょうか。それからどうでもどこから何とかしてこの子供だけでも助けんと、もし主人が帰ってきた時に子供は死んだ私助かった言うたらどう申し訳していいのかわからんから、この子だけは何としてもいいかさねいうようにまた思いを変えてね、そんなので我慢してましたら家の隅の方にね細い光でしたけどスーッと光が入ってきたんです。ああやれ助かったこれで思いました。手をついて背中でね一生懸命家をこう上げるんです、上手と背中とでね。そしてわずかなとこ子供と同じように小さいとこすり抜けて出たんです。出た時にはもう着るものも何もちぎれたのが家の中の下敷きのところに残ってるんですよ。出たら裸でしたもん。ほんとね道いうものがないんですもん。とにかく家の潰れたところ怪我人とか死んだ人とかばっかりでごめんなさい言うちゃこうまたいだり踏んだりして通らね私の行くとこが行かれんのです。そしてやっとそういう状態の中を千田町の電鉄の前まで電車道出ました。そしたらそこにもやっぱりいろんな人がね電車の車掌さんなんか運転手さんでもね男の人がみんな軍隊取られましたでしょ。ですからみんな運転手も車掌さんみんな女の人なんですよ。その人たちがねちょうど8時の交代でね次の人が出ちゃって自分たちが寮へ帰って裸になって涼む思っちゃったんでしょ。その裸のとこやられちゃって何十人というその娘さんがね15、6の娘さんですよ。徴用で来てる人もあるしね、そんな人がみんなこうなってボロじゃなしに皮膚が下がってるんですよ。おばさん助けておばさん助けて。それおそらく私らみたいにねペッとして立って歩いてるものおらなんだんですもん。
私は子供抱えて必死で助かったのが嬉しさにね、どんどん歩いていったですよ。そしたらもう軍隊がね、田舎の方の軍隊のトラックが大きなのがあったんですよね。田舎行ってね、麦飯なんかのおむすびをいっぱいこしらえて、そして全部繊細の合うたものに一つずつそれを配ってくれるんです。そしたら私とか2つしかないんです、子供のと私んとね。そして子供喜んでガバッと食べようとするんです、お腹空いて。朝食べさせてないということは前の晩から食べてないんですもんね。カツカツしてからね、喜んで食べるんです。持ってった時に「ちょっと待ちなさい僕、それちょっとお母さん食べてみてあげるよ」。ぐじゃーっとこうなるでしょう。結んだものがね、もう汗かいて重きがね、これダメ、僕これ食べたらすぐ死ぬ。これでもそれ食べたいのにおむすび僕好きなんじゃねえよってから、こうしていやらしいよ、惨めなんです、その格好がね。じゃあ待ちなさいよ。そしたら中に梅干しがあるからこれすいてもね、これ先食べなさい。そしたらこれあげる。そんなかったら梅干し食べなんだらこれ食べたらチビスになって死ぬんやからね、ダメ言うて梅干しを先食べさせて、悪い顔して食べました、酸っぱいのに。そして無理に食べさせて、それからそのお麦のご飯を私口入れてね、自分の口の中できれいに洗うてね、そして口でつまんで出して子供の口入れてやるんです。そして最後ね、自分の唾一生懸命吐いて口の中消毒して、とにかく水いうものがないんですもん。三浮橋の川の中、人がいっぱい死んでるとこの水でしょ。そんなの飲まれやしませずね。それでまたしてもそのお麦のおむすびの腐ったの口入れて、私は口できれいに自分できれいにしてやったつもり、一つもきれいなことないけども、そしてまた子供に口入れてやってね、そしてもうこれでしまいよ言ったら、そこにあるそこにあるそこにあるのこれ見てごらんって、ちょっと匂いでごらん、これ食べられるいうようなことで食べささずに捨てたり。そして田舎へ連れてっても子供はもう髪の毛は抜けるしね、それと鼻血がね、もうね、学校高等部出て高等部在学中ぐらいからぼつぼつ少なくなって出んようになったんです。もうね、いつゆくたなこう鼻血が抜けるんですよね。それと下痢と鼻血がね、おそらくなんですよ、十何年も続きましたですよ。私はもう自分の体の悪性貧血もこうがんがあちこちに出たりなんかしても、それ自分のことは苦にせんのです。ところが子供がね、私が死んだ後にこの子こういう弱い体で置いといたらね、嫁さんも困るし、どうせ元通りにならんものならね、せめてあの子が楽に一生ね、何にもせんでも自分の体だけ養生繊一に生きていけるようにしてほしいねと思って政府を間に恨むことがありますよ。というのがね、主人は主人で、ただ髪でもなければ何でもなく口一つでね、山崎明日明後日出張でってね、おにぶで言われたらはい、もうそう言われたら最後向こうへ取られてしまうて、そしてあとは15の守りとかね、なんとか言われて、あとはもう日本も大変だったんですもんね。いろんな苦労を女は女なりにしました。子供連れてね、まず戦争のない国、そして三原則守って、この核兵器は絶対にね、今ぼつぼつへすの話ありますね、テレビなんかで見たら。それをだんだん拡大してね、もう世界中の人がみんなその気になって戦争というものをね起こさんように、一人一人、日本の国だけでなくて世界中ということはね難しいことでしょうけども、お互いにこういう目に遭いたくなかったらね、一人一人がそれは考えて平和ということを常に頭に置くべきじゃないと思いますよね。